皆さんこんにちは。日本語ジャムのあやのです。本日も聞いてくれてありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している中級者から上級者の方に向けて自然な日本語でお届けしています。リスニングやシャドーイングの練習にぜひ使ってください。さて、今日は日本のコンビニでよくある会話について話していこうと思います。皆さんは日本のコンビニに行ったことがありますか？日本にはコンビニが本当にたくさんあって、私の家の周りの徒歩圏内は歩いて行ける範囲内、歩いて行けるところという意味なんですが、そこにもですね、セブンイレブンとかローソンとかたくさんありますね。しかも24時間営業しているので、すごく便利なんですよね。私も学生とあと会社員だった時はコンビニには毎日のように通っていました。特に会社員の時はコーヒーを買いに行っていましたね。コンビニにはコーヒーマシンが置いてあって、S サイズくらいのブラックコーヒーだったら確か150円くらいで買えるんじゃないかなと思います。他にもカフェラテとか美味しい飲み物もたくさん売っています。他にはおにぎり、パン、スイーツ、雑誌、文房具とか、最近は靴下とかも売っていて、コンビニに行けば何でも揃います。じゃあ実際にコンビニでどんな会話があるのか見ていきましょう。例えば商品をレジに持って行ったとき、まずはいらっしゃいませと言われます。これはもう日本のどこでも聞くフレーズですよね。そしてレジに商品を置いたら店員さんがスキャンを始めます。そしてお弁当とかブリトーを買った場合は、お弁当温めますかとか、こちらは温めますかと聞かれます。これは電子レンジでチンしてもいいですかという意味です。他にはおにぎりやパスタ、カレーなど温めて食べるものは必ず聞かれます。そして次に聞かれるのは、袋はご利用ですか？最近は環境のために袋が有料になっているので、必要かどうかを聞かれます。必要な時は、はい、お願いします。いらない時は、いいえ、結構です。もしくは、いいえ、大丈夫です。と言いましょう。あとは、お箸お付けしますか？とか、スプーンはご利用ですか？と聞かれます。お箸やスプーンは使いますか？という意味です。この時も、もし欲しかったら、はい、お願いします。いらなかったら、いいえ、結構です。もしくは、いいえ、大丈夫です。と言ってください。最近は支払い方法についてもいろいろ聞かれます。お支払い方法は？とか、お支払い方法はいかがいたしますか？というふうに質問されます。もし現金で払う場合は現金で、もしくは現金でお願いしますと答えてください。カードで払う場合はカードでお願いしますとか、カードでと言えば OK です。日本では最近 QR コード決済、スマホを使って支払う方法がかなり流行っています。なので、このように支払い方法を聞かれる場面が多くなりました。あとは IC カードを使って払うこともできます。IC カードは日本のバスや電車に乗るときに使うカードなんですけど、Suica とか PASMO というのがあります。もしそちらを使う場合は Suica でとか、PASMO でお願いします。PASMO で払いますと言えば OK です。そして買い物が終わったら最後は大抵こう言われます。ありがとうございました。またお越しくださいませ。すごく丁寧な言い方ですが、ありがとうございました。また来てくださいという意味です。あ、そうだ。あとは、お箸について聞かれたときに、
お箸は何膳お付けしますかと聞かれることもあります。膳というのは箸を数える時の言葉です。一つの箸だったら1膳、二つだったら2膳。数字と膳をつけると箸の数え方になります。1膳、2膳、3膳、4膳、5膳ですね。お弁当は一つだけど2つお箸が欲しいという時は、お箸2膳お願いしますと言えば入れてくれます。日本語は数え方が単語によって変わるので覚えるのが本当に大変ですよね。またいい例があったら紹介するので少しずつ覚えていきましょう。そして今回はコンビニでの会話についてお伝えしたんですけど、実は最近はセルフレジが増えているんです。なのでもしかしたら会話をしないでも買い物ができてしまうかもしれません。商品を自分でスキャンして、その後お金も機械に入れて計算してもらうので、店員さんがいなくても会計ができてしまうんですね。本当に数年前とは景色が全然違うなと思います。皆さんの国はどうですか？自動化、AI 化は進んでいますか？あとはまだ日本に来たことがないよっていう方におすすめしたいのはコンビニスイーツですね。コンビニにはスイーツコーナーっていうのがあるんですけど、そこにはね、プリンとかどら焼きとか大福とかパフェもあるんですよ。もうそれが美味しくてよく食べていました。最近は太ってしまうので控えているんですけど、本当に美味しいのでぜひ食べてほしいです。日本のコンビニに行ったことがあるよという人はぜひコメント欄で何を買ったか、何が美味しかったか教えてください。では本日はコンビニでの会話についてお話をしました。いかがでしたでしょうか？役に立っていたら嬉しいです。もしこんなエピソードが聞きたいとか、こういう話をしてほしいということがあれば、ぜひコメント欄で送ってください。そして私は日本語の単語やフレーズも発信しています。インスタグラムとスレッズでほぼ毎日投稿しているので、ぜひフォローしてください。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。日本語ジャムのあやのでした。バイバイ。またね。